今日は歯医者に行かないといけません。歯を治します。いや、行きたくないですね。皆さん、歯は問題がないですか？僕はね、あります。悲しいですけどね。僕の奥の歯には、虫歯があります。虫歯がありますから、それをね、直さないといけない。うん。しかも、この虫歯は、普通の虫歯ではありません。もうね、1年はあります。長いですよね。長すぎるよ。OK さん。なんで早く抜かないんだい？そう思いますよね。いや、これがね、いろいろあったんです。僕には1年前、2つ虫歯がありました。1つは上、1つは下。うん。そして、下の歯は直しました。うん。直しました。で、良くなっている。そうです。だけど、お金がすごいかかりましたよ。そう、日本はね、普通、歯医者での治療は安いんですよ。保険がありますから。保険がしっかりしていますから。なので、例えば、本当にお金をすべて払うとき、すべて払うときは、1000円かかるとしますね。1000円。全部で。だけど、日本の国が、え何割か払ってくれます。例えば、70%。70% 払ってくれる。つまり、700円払ってくれる。そして自分は300円払えばいい。300円だけ払う。そういうことがあります。そういう、システムがありますね。うん。まあいろんな国でいろいろなシステムがありますが、アメリカのシステムは、なかなか問題になっているとよく聞きますね。あなたの国ではどうでしょうか？なので、まあ、歯医者に日本で行く。日本で歯医者に行っても、まあ、1万円、高くても1万円。そういうことが多いですね。だけど、僕の下の歯は普通ではなかったので、えもっとお金がかかるかもしれない。そう言われたんですね。これは悪いよと。OK さん、この歯は悪いよ。これはちょっと、大変なことをしなければいけない。そういうふうに言われたんですね。うん。えー僕は、その時、いろいろ調べました。それでですね、日本には、保険が保険でできることと、保険でできないことがあります。治療、治すことですね。保険でできる治療、保険でできない治療がありまして、保険でできない治療は、もっと進んでいる、もっといい治療があるんですね。僕の虫歯の場合は。うん。なので、まあ、もし安くやっても治るかもしれない。50% は治るかもしれない。でも、お金をたくさん払ったら、もう少し確率が上がる。80% になる。そういうチョイスをしなければいけない。選択をしなければいけないことになった。そのお金が
15万円。高い。高すぎる。はい。15万円って。もう、家賃より高いですよ。当たり前ですね。もうね、これは悩みました。悩みましたけど、歯の健康、歯を守るには、ここで涙を流すしかない。ここで泣くしかない。そういうふうに思って、えー高いお金を払うと決めました。ね。ただお金を払うからには、払うならいい治療をしたい。ですから、たくさん調べました。ネットで調べてね。いい歯医者。いい歯医者って調べてないけど、いい歯医者、ね、歯医者、レビュー、歯医者、東京、一番とかね、インターネットで探しました。で、そして、専門的な治療をしている、そういうところに、決めました。ね。まずは検査に行きますね。検査。普通ね、病院に行くときは保険持ってる人は保険証を持ってます。カードを持っている。保険証を出してくださいって言われるんですね。そしたら、ね、国の保険が使えて安く治せる。ね。だから、病院行くときは保険証を持っていくのが普通。そういう風に生きてきました。でも、今回は保険は使えない。自分で払います。自費と言います。自分で費用を払う。自費の治療です。ですので、保険証を持たずに行く。病院に入りました。病院に入って。こんにちは。お待ちしておりました。OK さん。じゃあ、お名前を書いてください。ね。保険証は持っていますかとは聞かれません。はい。僕はついに保険を払わない医者に来た。ついに僕は十何万円を払う医者に来た。その実感を感じました。ここは違う。いつもと違うんだ。そして病院には、あまり人がいませんね。予約制です。予約をしていく。ね、待っている人はそんなにいません。一人だけいましたけど。そしてその病院は、東京の中心の近くにあります。銀座だとか、日本橋、そういうですね。その、高級な場所ですね。ビジネスの場所。国の施設がある場所。オフィシャルな、そんな場所、ですかね。銀座は、いろんなね、お店があって、高級なものがいっぱい売っている、そんな街。私には、馴染みのない場所。僕は行かない場所ですね。銀座に行くと、なんだか、なんだか、僕の居場所はどこだろう。そういうふうに思う場所なんですが、そんな地域に行って、そして先生に呼ばれました。OK さん、いらっしゃい。ね。そして、入ると、たくさんの機械が並んでいます。すごく見たこともないような大きな機械が並んでいて、先生も非常に、なんて言うんですか、専門家、ね。このために、仕事をするために学んできた。そういう、アカデミックな雰囲気。ね。
しっかりと知識と経験を備えた、知識と経験のある先生、そういうところに、入ってきた。うん。まあそれでね、まずは今の状態を見てみましょう。どんな状態か見てみましょう。ねえって言って、調べて、ね、まず調べるだけ。今日は調べて話を聞く。そして、レントゲンを取る。ね、X レイを取ると。取りたくないですけども、仕方ない。治すには仕方ない。ねえ、治すには仕方ない。ねそれで1時間ほど話して。この歯は助かりますか先生。これは治りますか。そしたら先生は、おそらく治る。多分治るよと言ってくれましたね。はい。だから僕は2つあったと言いましたね。下と上。で、下は多分治るよ。いけると思う。だけど、上は、もっと難しい。これはどうなるかわからない。これは治るかな、これもしやっても治るかどうかわからない。そういう歯でした。なので、僕は、まずは、じゃあ下をお願いしますと。下をして、これがうまくいったら上かな。上も直す。そういうふうに考えて、じゃあ、下、お願いします。15万円払います。直してください。お願いします。そういうふうにしてやりました。で、いい調子です。ね。もう1年経って痛くないし、良くなってきてます。もうよかった。さすがですね。素晴らしい先生。素晴らしい腕の先生ですね。本当お医者さんね。すごい。本当にすごいよ。はい。ただ、まだあります。2個目のボスがいるんですよ。もう。これなんでそんなに悪いのかというと、昔にもう一回悪くなった歯なんです。虫歯なんですね。で僕がもう20年ぐらい前に子供の時に、一度治したんです。一度治療したんですよ。そして銀歯が入ってます。銀歯。これ日本のシステム。昔はですね、銀歯たくさん使っていました。保険を使うと銀歯になる。保険で使える歯は銀歯なんですね。昔ね。だから歯を直してかぶせなきゃいけない。歯を削ります。歯を削って虫歯を取る。そして歯をカバーしなければいけない。その時にどういうものを使うか。銀の歯ですか？金の歯ですか？あなたがはめたいのは銀の歯ですか？それともこの金の歯ですか？それともこのシリコンの歯ですか？シリコンはないか。この陶器の歯ですか？ね、セラミックの歯ですか？でもね、そこには値札がついてる。これは3000円、これ1万円、これ15万円、これ20万円。じゃあ3000円のでお願いします。そうなりますね。僕はもちろん子供の時何も知らないし、その種類で歯の寿命が変わるその事実を知らない。歯についての知識がゼロだったんですね。歯のリテラシーゼロね。今は皆さんね、いろんな情報が見られるようになってきて分かりましたね。銀歯ってどうなのってね。だからもし避けられるなら
銀歯は避けたい。僕は今そう思っています。でも、いろいろな理由で銀歯をつけるしかない。そういう時もあります。ね。ですから、涙を流しながらお金を払うのか。そういうね、選択がありますね。そして僕は子供の時につけた銀歯。何十年か経ちました。すると、銀歯は、隙間が空きます。間ができますね。歯と銀の間に隙間ができて、そこにばい菌が入る。そしたら虫歯になる。そして、その虫歯が奥に行く。奥に入ってしまう。そうすると、僕のようなことになる。大変なことになる。ですね。これを治すには、銀歯を取って、また治療しなければいけない。その時、2回目の治療ですね。2回目の治療は、成功の確率が下がります。めちゃくちゃ下がります。なので、自費ですと、ね、いい治療が受けられる。成功の確率が上がる。自分で払えばね。でも、保険を使うと、成功の確率が下がる。歯医者も大変です。保険でやりますね。保険でやると、仕事は大変だけど、お金はそんなにもらえない。ね。だから、やればやるほど大変になる。そういうこともあるんですね。だから、自費でやるか、ね。保険でやるかっていうのは大きな悩みなんですね。受ける側にとっても、やる側にとっても。はい。そんなことを僕は最近勉強していました。ねえ。皆さんのところではどうですか？歯の治療は。ねえ。ですから、上の歯、今日、やります。でも、安い方法をさらに探したんです、僕は。自分で払う治療。プロフェッショナルな治療。だけど、安いところ。それはね、いろんな病院を探しました。検索して見つけました。ね、自分で払う専門的な治療だけども、料金はそこまで高くない。15万円、17万円、18万円ではない。10万円はいかない。数万円。多分6万円ぐらい。まあまあなんとか頑張る。安くはないよ。安くはないけども。でも歯のためなら6万円。よし。頑張る。ね。で、今日開けてみます。歯を取ります。銀歯を取って中を見ます。中を見るまで本当の状態はわからない。多分結構ひどい。やだなで、もし中を見て、もうこれはダメです。もうダメですね。直せません。そうなったら、抜くことになります。おー。抜くのはね、本当に辛い。しかも、奥じゃないんですよ。奥から3個目ぐらい。この辺なので、抜いたら、もう、見えますね。歯ないじゃん。あなた歯抜いたね。ってなります。まあ仕方ないけどね。人生。まあ、何年も生きてきて、ずっと歯があるなんてことはね、ない。ずっと同じってことはないから、仕方がない。でも、
受け止めるのは簡単じゃないですね。もしかしたらこのポッドキャストの後2ヶ月ぐらいアップロードがないかもしれません。ショックでね、もう歯ないし、ショックでちょっと取れない、そういうことがなったらごめんなさいね。僕の歯が良くなることを祈っていてください。いや、祈らなくて大丈夫です。ね、自分のね、いろんな心配がありますからね。皆さんのことを心配してくださいね。僕は大丈夫です。はい、大人ですし、日本語勉強、今日もお疲れ様でした。またお会いしましょう。さよなら。